はい、どうも、矢野沙織です。今年になって私何やってるかっていうことを皆さんにお話ししたくて今日は動画を回しています。去年になるんですけど、去年に私の20周年のアルバムが出ました。じゃじゃん。てりーん。ザ・ゴールデンドーンというアルバムです。聞いたかな？聞いてくれてるでしょうか？これ裏表。かわいいね。ジャケットかわいいよ。とてもお気に入りのアルバムです。今回のアルバムは、菊池成吉さんがストリングスアレンジをしてくれて、とても講師ともに仲良しで、今回のアルバムを制作するにあたっても、ああでもないこうでもないってね、とても楽しいやりとりがあった上で、こんなアルバムになりました。チャーリー・パーカーって明るいよね、元気だよねって、ビーバップってなんかこう楽しいよねって言うんじゃなくて、チャーリー・パーカーかそれ以外かっていうことを私は思ってアルトサックスを演奏してるので、そのあたりのね、雰囲気とか価値観とか思っていることが菊池さんととても合致したので、なんかね、こう、皆さんの感想を聞きたいな、どういう風に聞こえるかっていうことを知りたい。みんながどういう風に聴いてるかっていうことを知りたいアルバム意欲作です。大変な意欲作です。ぜひ聴いてみてください。で、2024年始まりました。ね。で、いろんなことがね、当然あったんですけれども、もうほんと最近です。八代亜紀さんがお亡くなりになりました。というニュースがね、届きまして、なんだか、とっても、なんだか、心に穴が開いたような感覚を私は味わっているんですけれども、そうだな、八代亜紀さんとのエピソード、少しお話ししたいと思います。昔、私が若かった時に共演させていただいて、ジャズの曲歌ったりとか、船歌のジャズバージョンとか歌ったりとかね、いろんなパフォーマンスをしていて。で、その中で、八代亜紀さんってこんな人だよっていうことを伝えたいなって思うのは、その歌唱力であったり、ね、いろいろなことがもちろんあるんですけれども、それの中でも、最も、この人はやっぱり、ね、本当に素敵な、素晴らしい人なんだなっていうことがわかるお話一つしたいと思います。私、ね、今もなんか、ね、別にどうっていうわけではないんですけれども、若い時、とっても太りやすかったんだよね。で、まあ若いと多分みんな太りやすいと思うんだけど、17とか16からデビューしてますから、16、17、18くらいの時ってさ、すごく太りやすいんだよ。で、まあもうパンパンしてたの。それで、それを、プロダクションの人とかさ、いろんな人が、こう、言うんだわ。それを私にね。もうちょっと痩せなきゃね、とかさ、そういったこと。で、それいつも言われてて、で、すごく恥ずかしかったんだよね。ものすごく恥ずかしかった。ヘラヘラニヤニヤしてたけど、その時はね。だけど、とっても恥ずかしいなっていう感覚があって、で、それをね、八代さんの前でもやったの、うちのスタッフが。で、八代さんの前で、もう沙織ちゃんはもう、私背も大きいんだけど、もうこんな大きいですからもうパンパンしてて若いからとか、なんかそんなようなことを言ってさ、なんか笑いを取ろうとしたんだよ。で、そしたら八代さんは、しばらくね、普通に話してた。平然とね。だけど、そのうち、そんなに見た目のことばかりお話しして楽しいのっておっしゃったんですよね。それで、ね、私なんかもう穴に入ってしまいたいっていう、そのもう恥ずかしい気持ちでいっぱいだったんだけど、もう今ではね、そのルッキズムっていうことであったりとか、見た目のことをまず初対面の人に言うべきではない、当たり前のことだよね。そういうことを、が当たり前になってきたけど、その昔って言ったってね、もうあれだけど、ほんのちょっと前まではさ、そんなことが普通だったんだよね。大人が
女の子に向かって、痩せなとかさ、そういうことを言うのがね、普通だったんだよ。で、それなもんでさ、参っちゃってたんですけど、八代さんは、ね、きっともうそんなことも言われまくってる、お綺麗だとかっていうことを言われまくってるんだろうけどもさ、そういうルッキズムとかっていうことを、じゃないんだよっていうことをね、うちのスタッフに言ったんだけど、まあ通じてなかったけどね、なんかね。だけど、私にはすごくその気持ち届いていて、いや、それでニコ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 笑ってらして、それで気配りも大変される方なんだけれども、あの歌の歌い方とかさ、影がある感じっていうのはさ、やっぱり何かをぐっぐっとこう抑えるような歌い方がね、やっぱりそういったところの、そういった部分がきっと出て、ああいう美しさになるんだろうなっていうふうに私は解釈して一緒に演奏していました。だからね、本当に若い女の子でも、女の子に限らない男の子でも別に若くなくてもね、痩せなきゃいけないとか太んなきゃいけないとかさ、なんかここにシワがあっちゃいけないとかさ、なんか私も気にするけど、だけどそういったことを気にしないようにしようっていうのもおかしい話なんだけど、ルックス、人の見た目っていうことを言うなってこと。うん。だから、私は今日はもうちょっとびっくりするかもしれないけども、お化粧してないで、ちょっと、そう、撮影してみようかなと思いました。ね。今年は、ゴールデンドームもそうなんだけれども、今が一番暗くて、これから夜が明けていきますようにという思いで作りました。なので、ね、今年もそういう、これから良くなりますようにっていう年になりますようにということを思っております。それでは、本年もよろしくお願いします。バイバイ。